動画をご覧の皆さん、こんにちは。北海道大学ハラスメント相談室です。この動画はハラスメントのない快適な教育研究環境の実現を目的として作成しました。そもそもハラスメントとは一体どんなものなんでしょうか。この動画でハラスメントの基礎的な知識について一緒に確認していきましょう。ハラスメントとは日本語で大人のいじめ、嫌がらせ、人権侵害と呼ばれるものを指します。北海道大学のハラスメント防止規定では、ハラスメントを3つに分類しています。1つ目はセクシャルハラスメント。2つ目はアカデミックハラスメント。3つ目はその他のハラスメントです。また、ハラスメント防止規定の第5条で、教職員や学生はこの3つのハラスメントをしないように注意しなければならないということが定められています。それではここからはこの3つのハラスメントについて順番に見ていきましょう。まずはじめにセクシャルハラスメントから説明します。ハラスメント防止規定によるとセクシャルハラスメントは、教職員または学生が他の教職員、学生及び関係者に対して行う相手を不快にさせる性的な言動を指します。この図から明らかなように、学生の皆さんは被害者となるばかりでなく、同じ学生に対して、ひいては教職員、関係者に対して加害者となる場合がある点にも留意する必要があります。セクシャルハラスメントの具体的な言動としては、交際相手や性体験の有無を尋ねる。食事やデートにしつこく誘う。聞くに耐えない性的な冗談やからかいを行う。研究室の飲み会や学会の懇親会などで体の一部に触れる。研究指導や課外活動の指導を口実にして誘いかけをする。また、誘いかけに応じなかったことを理由に指導上不利な扱いや制限をするといったものが挙げられます。セクシャルハラスメントについての社会的認知は広がっていますが、ハラスメント相談室にも毎年一定数の相談があります。次はアカデミックハラスメントについて説明します。ハラスメント防止規定によるとアカデミックハラスメントは、教職員または学生が職務上、就学上、または研究上の優越的地位を不当に利用して、相手の就学上もしくは研究上の権利を侵害し、または人格を恥ずかしめる言動を指します。下線の通り、大学内での地位や優位性といった権力関係を背景に行われるところがアカデミックハラスメントの特徴です。具体的な言動としては、バカ、死ねなど人格否定的な発言をしたり罵倒したりする。正当な理由なく研究資材を使わせなかったり、研究室に出入りすることを拒んだりする。就学に支障が出る程度に教育的指導を行わない。学生に対し私的な用事に付き合わせたり、研究と関係のない情報収集をさせたりする。論文を提出する段階になってすべて書き直すよう指示するなど、常識的に不可能な課題達成を強要する。成績の不当な評価を行ったり、私の機嫌を損ねると不可にするなど、成績と無関係な事柄で評価するような発言をしたりする。他大学への進学、他研究室への移動、特定の就職先以外の就職活動は許可しないなどの発言をするといったものが挙げられます。ハラスメント相談室で一番多く相談を受けるのがこうしたアカデミックハラスメントです。最後にその他のハラスメントについて説明します。ハラスメント防止規定によるとその他のハラスメントは相手の人権を侵害する不適切な言動を指します。具体的な言動としては、講義の内容とは関係なく特定の人種や国籍などについて差別的発言をする。根拠のない悪口を吹聴したり、
そのような悪口を記載したメールを無関係な複数名に送信したりするといったものが挙げられます。これ以外にも詳しく挙げればキリがありませんが、例えば SNS での誹謗中傷や性的指向や性自認についてのハラスメントなど様々なハラスメントが含まれています。この動画でご紹介をしたようなハラスメントでお困りのことがありましたら、一人で悩まずにハラスメント相談室までご相談ください。